皆さん、こんにちは。山田です。今日の調子はどうですか？今日は日本でアルバイトをした経験について話します。N3 の聞き取り練習に合わせた内容です。接客の言葉や職場でのやりとりが自然な形で出てきます。皆さんもアルバイトに興味がある方はぜひ最後まで聞いてみてください。今日のゲストは林さんです。林さんは日本のファミリーレストランでアルバイトをした経験があります。林さん、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。少し緊張していますが、よろしくお願いします。大丈夫ですよ。まず、ファミレスでアルバイトしようと思ったきっかけを教えてください。接客の場面で日本語を使いたかったんです。本や教室で覚えた言葉を実際の場面で試してみたかったんです。教室の外に出て試すというのは、なかなか勇気がいりますね。それと、ファミレスはいろんな年齢のお客さんが来るので、幅広い日本語が聞けると思いました。応募する前に何か準備はしましたか？よく使う注文の表現をいくつか練習しました。特に、ご注文はお決まりですかという表現は、最初に覚えた一文です。一文だけでも完璧に覚えると、最初の扉が開く感じですね。でも、実際の注文はもっと早くて、最初は追いつくのが大変でした。聞きながら書くというのは、かなりのスキルが必要ですね。最初は書くことに集中しすぎて、聞き取れなくなることもありました。面接はどんな感じでしたか？求人サイトで見つけて、そのままネットで応募しました。1週間後に連絡が来て、お店で面接を受けました。店長さんから、シフトの希望と接客経験を聞かれました。接客の経験はあったんですか？ないと正直に言いました。でも、一生懸命やりますとも伝えました。正直さとやる気を同時に伝えられたんですね。店長さんは、ゼロから教えるから大丈夫と言ってくれました。その言葉で少し安心できましたね。はい。でも採用が決まった後、また緊張が戻ってきました。何が一番心配でしたか？注文を聞き間違えて、お客さんに迷惑をかけることです。それから、日本語のスピードについていけるかどうかも不安でした。その不安を持ちながらも、始めることができたのは大事ですね。始めなければ、ずっと不安のままでしたから。研修の最初の日はどうでしたか？バックルームで、まず制服の着方と衛生ルールを教わりました。次に、ホールの動き方を先輩に見せてもらいました。注文を受けるシステムはどうでしたか？ハンディという小さい端末を使って、テーブル番号とメニューを入力します。メニューにはコードがあって、最初はそのコードを覚えるのが大変でした。番号と料理名を両方覚えないといけないんですね。先輩はコードを見ないで入力できていて、目標にしていました。いらっしゃいませはどうでしたか？最初は声が小さくて、店長さんにもっと元気よくと言われました。恥ずかしくて、大きな声を出すのに時間がかかりました。その店長さんは、声は仕事の半分だとよく言っていましたか？はい。声が命という言葉をよく使っていました。それは印象に残る言葉ですね。1週間もすると、自然に声が出るようになっていました。
体が慣れてきた証ですね。メニューの覚え方で工夫したことはありますか？よく注文される料理を先に覚えるようにしました。ランチセットやドリンクバーがほとんどのお客さんに関係するので、そこから始めました。アレルギーの対応はありましたか？はい。アレルギーのご確認は必ず最初にするよう指導されました。初めて一人で注文を受けた時のことを覚えていますか？よく覚えています。手が少し震えていました。お客さんが注文を言ってくれましたが、最後の一品が聞き取れませんでした。その時どうしましたか？申し訳ございません。もう一度おっしゃっていただけますか、と言いました。きちんと丁寧に聞き返せたんですね。家で練習していた表現だったので、緊張していても出てきました。お客さんはゆっくり言い直してくれて、ほっとしました。日本のお客さんは割と優しい方が多いですよね。そう感じました。もちろん、急いでいる方もいますが、困っていると助けてくれることが多いです。キッチンとのやりとりはどうでしたか？キッチンには独特の言葉があって、最初は意味がわかりませんでした。例えばどんな言葉ですか？上がりという言葉があって、料理が出来上がったという意味です。料理の世界にも独自の言葉があるんですね。了解ですと、はいの使い分けも大事で、先輩に教わりました。返事の一言で分かったかどうかが伝わりますね。黙っていると、伝わっていないと思われてしまいます。返事は確認の意味を持つんですね。3日目に、聞こえていたのに返事をしなかったことがあって、先輩に注意されました。それで、返事の大切さが体に入りましたね。はい。以来、必ずすぐ返事をするようになりました。お客さんとのやりとりで印象に残っている場面はありますか？小さい子供連れのご家族の対応が、一番難しかったです。子供メニューの注文は変更が多くて、聞き漏らせません。例例抜きでという表現はよく出てきそうですね。ピクルス抜きでとか、ソースを別になど、いろんな変更があります。それをキッチンに正確に伝えないといけないので、緊張しました。例例抜きは N3 学習者に覚えてほしい表現ですね。ドリンクバーの説明も最初は苦労しました。どんな説明をするんですか？ドリンクバーはあちらにございます。おかわり自由ですと案内します。最初は、おかわり自由ですを忘れて、お客さんに聞かれることがありました。細かい情報を漏らさないようにするのは経験が必要ですね。そのうち、頭の中にチェックリストができて、自然に言えるようになりました。難しいお客さんへの対応はありましたか？ランチのピーク時に、料理が遅いとクレームをいただいたことがあります。大変お待たせいたしましたと謝って、すぐキッチンに確認しました。大変お待たせいたしましたはサービス業の基本表現ですね。それと、ただいま確認して参りますもよく使いました。謝った後にすぐ行動を示す表現ですね。店長さんが後でそのテーブルに声をかけてくれて、チームで対応する大切さを学びました。キッチンのスタッフとの関係はどうでしたか？最初は少し距離がありました。ホールとキッチンは世界が違う感じがしました。でも、1ヶ月もすると冗談を言い合えるようになりました。職場の人間関係も
時間をかけて育つものですね。忙しい時に、ヘルプお願いしますと言えるようになるまで、少し時間がかかりました。最初は言いにくかったんですか？迷惑をかけたくなくて、一人で抱え込もうとしていました。でも、先輩も同僚も普通に助けを求めているのを見て、自分も言えるようになりました。助けを求めることは弱さじゃない、むしろスキルですね。それから、報告、連絡、相談という考え方も職場で学びました。ほうれん草ですね。日本の職場の基本ですね。黙って進めるより、こまめに報告する方が信頼につながると分かりました。シフトの仲間とはどんな関係でしたか？同じ大学生や留学生の仲間もいて、休憩中によく話しました。休憩中の会話が、実は一番リラックスした日本語の練習になりました。フォーマルな接客とカジュアルな雑談、両方練習できたんですね。はい。その両方が、地上生活には必要ですから。まかないはありましたか？はい。シフト終わりにまかないがありました。それが毎回楽しみでした。まかないの時間にいろんな話が聞けそうですね。そうです。仕事の話だけでなく、地元の話や出身地の話で盛り上がりました。方言を覚えたことはありましたか？同僚の一人が関西出身で、関西弁が少し移りました。方言は教科書には出てこないリアルな日本語ですね。最初は意味がわからなくて戸惑いましたが、慣れてくると楽しかったです。ピーク時間の大変さを聞かせてください。日曜日のランチタイムが一番大変でした。20席以上が一度に埋まることもあります。どのテーブルを先に回るか、頭の中で計算しながら動きます。優先順位を瞬時に判断する力が必要ですね。先輩に、一つずつやれば必ず終わると言われて、気持ちが楽になりました。一言でパニックを落ち着かせてくれる言葉ですね。深夜のシフトは、違う雰囲気でした。お客さんが少ない分、ゆっくり話せます。深夜のお客さんとはどんな話をしましたか？仕事帰りの方が多くて、疲れているけど話したそうにしている方もいました。短い会話でも、その人の日本語のリズムが自然に入ってきます。皆さんはファミレスでアルバイトをしたことがありますか？もし経験があれば、ぜひコメントで教えてください。朝のオープン準備も、またシフトの顔が違いました。テーブルを拭いて、メニューを確認して、開店前に全部整える作業があります。お客さんには見えない準備が快適な食事を支えているんですね。テイクアウトの注文も増えてきて、対応を覚えるのが大変でした。テイクアウトはイートインと何が違いますか？容器が違って、料理の詰め方も決まっています。それから消費税の税率も変わります。税率まで関係してくるんですね。一度、テイクアウトの袋に一品入れ忘れてしまったことがあります。お客さんから電話があって、すぐ届けることになりました。その電話での対応も、また一つの経験になりましたね。電話での謝罪の仕方も、その時に覚えました。どんな言葉で謝りましたか？この度はご迷惑をおかけして大変申し訳ございませんでした、と言いました。フォーマルな謝罪文は暗記しておく価値がありますね。仕事で実際に使う場面があると、本当に覚えられます。必要に迫られた時の学びは
なかなか忘れませんね。そうです。試験のために覚えたのとは、記憶の残り方が全然違います。仕事中に日本語で驚いた場面はありましたか？よろしかったでしょうかという表現が印象的でした。よろしかったでしょうかはどんな時に使いますか？注文を確認するときに、以上でよろしかったでしょうかと言います。過去形を使っているのに確認の意味になるのが面白いですね。最初は違和感がありましたが、何度も使っているうちに自然に感じるようになりました。使っているうちにというのはまさに現場ならではですね。少々お待ちくださいも自動的に出てくるようになりました。自動的に出てくるというのが本当の意味で身についた証ですね。お客様、よろしければはいかがでしょうかという提案表現も覚えました。デザートや追加注文の進め方ですね。最初は恥ずかしくてできませんでしたが、慣れてくると自然に言えました。丁寧な断り方も覚えましたか？はい。申し訳ございませんが、それは対応しかねますを覚えました。しかねますは丁寧な断りの定番表現ですね。これが言えるまでに、かなり自信が必要でした。断ることの難しさはどの言語にもありますね。日本語では特に、相手への配慮を言葉に込める必要があります。日本語の力が伸びたと気づいた瞬間はいつですか？複雑な変更注文を、1回で全部聞き取れた時です。00を00に変えて、00は抜きで、という長い変更を全部かけた時、成長を感じました。その瞬間は言葉で言えない嬉しさがありますね。はい。自分でも信じられない感じがしました。聞く力以外ではどのスキルが一番伸びましたか？敬語を使いながら相手の反応を見て、言葉を調整する力です。それは高度なコミュニケーション能力ですね。意識していたわけではなく、必要に迫られてできるようになりました。アルバイト中で一番大変だった場面はどこですか？料理を違うテーブルに届けてしまったことがあります。テーブル番号を見間違えていて、気づいた時はもう遅かったです。それはドキッとしますね。お客さんは怒らず、冷たい視線を向けられました。それが一番辛かったです。すぐ、大変申し訳ございませんでした。すぐにお取り替えいたしますと言いました。謝罪の後に即座に行動を示すのが大事ですね。後で店長さんがそのテーブルに声をかけてくれて、フォローしてくれました。チームで立て直す文化がありますね。一人のミスをチームでカバーするという考えが、職場全体にありました。アルバイトを辞めたいと思ったことはありましたか？そのミスの後、少し落ち込みました。一晩、考えました。次のシフトに行くのが怖かったです。でも同僚が、誰でも最初はそうだよと言ってくれました。その一言が大きかったですね。はい。次のシフトに行けたのは、その言葉があったからです。言葉の力って本当にあるんですね。そして行ってみると、前より少しだけうまくできるようになっていました。失敗した後の一歩が一番大きな成長につながるんですね。失敗がなければ、あれほど気をつけるようにはなりませんでした。アルバイトを通じて日本語以外に変わったことはありますか？人の表情を読む力がついたと思います。言葉より先に
お客さんの表情から何か必要かなと感じ取れるようになりました。それは言語を超えたコミュニケーションですね。日本では言葉にしなくても伝わることを大切にする文化がありますね。察するという感覚ですね。はい。お客さんを待たせているかどうかを声をかけられる前に気づけるようになりました。日本のサービス文化で一番驚いたことは何ですか？忙しい時でも言葉の丁寧さが落ちないことです。どれだけ余裕がない時でもお客さんへの言葉は丁寧に保ちます。それが当たり前になっているという文化の深さがありますね。最初はすごく努力が必要でしたが、だんだん自分の中に入ってきました。それがその文化に本当に触れたということですね。言葉だけでなく、その背景にある考え方も一緒に学べました。アルバイトが言語と文化の両方の窓になったんですね。これからアルバイトをしてみたい人に何かアドバイスはありますか？いらっしゃいませを心から言える練習をしてみてください。ただの言葉ではなく、来てくれたことへの感謝の気持ちがこもっています。気持ちが乗ると声も自然に大きくなりますよね。次に、先輩に聞き返すことを恐れないでください。わからないまま進めると、後で大きなミスになりますね。日本では、黙っていることの方が良くないとされる場面もあります。積極的に確認するという姿勢が大事ですね。それから、よく出るメニューを先に覚えておくと、最初の1週間がずっと楽になります。優先順位をつけて覚えるというのは効率的ですね。あとは、聞きながらメモを取る練習をしておくといいです。具体的にどう練習しますか？ラジオや動画を聞きながら、内容を短くメモする練習が効果的でした。日常の聞く行動がそのまま練習になるんですね。最後に、アルバイトは教室では学べない日本語への近道だと思います。リアルな日本語という意味ですね。はい。毎シフトが授業でした。失敗も全部、教材でした。それはとても前向きな見方ですね。まかないの時間の会話も、忘れられない日本語の時間でした。気を張らずに話せる時間が言葉を自然にしてくれますね。林さん、最後に一言でアルバイトの経験を表すとしたら。日本語は教室より厨房で伸びた、という一言です。それは忘れられない言葉ですね。教科書の外に答えがあるということですね。林さん、今日は本当に貴重な話をありがとうございました。こちらこそ、話せてよかったです。ありがとうございました。皆さん、今日の話はいかがでしたか？アルバイトの現場には、教科書にない生きた日本語がたくさんありましたね。今日は接客、注文、敬語、謝罪、ほうれん草などの言葉が出ました。聞き取りにくかった表現があれば、ぜひコメントに書いてください。次の動画でもっと詳しく扱うかもしれません。日本語の表現は場面と気持ちと一緒に覚えるとずっと残ります。今日も最後まで聞いてくれてありがとうございました。気になった言葉は何度も聞いてみてください。接客の短い言葉の中に日本語の大切なエッセンスが入っています。それではまた次の練習で会いましょう。